は韓国のパンチェーン店パリバケットで、パリバケットじゃなくてパリバケットですね。伸ばし棒いらないんですよ、これ。そんなのどっちでもいいんですけど、略してパリバケですね。パリバケで、美味しいパン、焼きたてパンいろいろ買ってきました。ちょっと朝のパン屋さんって最高じゃないですか。朝の焼きたてのいい香りが香るパン屋さんで、焼きたてパンいろいろ買ってきたんでね、ちょっと早速並べていきたいと思います。今日は完全に私の好みのパンばっかりを買ってきました。まずね、これライスボール、ライスコロッケパンだそうです。多分新メニュー。で、これがね、あんボールです。うわ、美味しそう。まだ揚げたてなんでね、ちょっとガリガリ感が持って伝わってきます。はい、今回買ってきたのがこちらのね、ちょっと揚げ物パンばっかりですね。しかもこれに関してはね、パンなのかな、なんかライスコロッケボール、ライスボールって書いてあったから、多分ね、ご飯を揚げたやつかもしれない。パンじゃないかも。こっちは揚げ物ですね。で、ちなみにね、これ、セカンドチャンネル見てくださった方は分かると思うんですけど、セカンドチャンネルでも紹介した巨大クワベギ。クワベギを日本のねじりパンツイストをもっとガリガリにしたやつですね。今日はね、これセカンドでも食べたから、ちょっとね、生クリームがけでいきたいと思います。これね、生クリームがけは、これ私がね、今やってるファニコンっていうね、とぎもちの部屋で、視聴者さんが生クリームかけてるのすごい好きです。また見たいですってあったから、ちょっとかけて食べようかなと思って、はい、同じやつ買ってきました。で、今日はね、飲み物。ちょっとね、コンビニで買ってきた、このすごいね、超強めの炭酸、ザ炭酸アップルミント飲んでみたいと思います。本当だ、なんか音が。おー、さっぱりだな。結構甘さ、結構っていうかこれ甘さないんじゃない？あ、甘さゼロのやつか。甘くない。あ、でもいいかも。今日逆にこれ甘めのやつが多いから。じゃあ早速食べていきます。いただきます。どうしよう。まずライスボールいこうか。うわ、美味しそう。ライスボール。ライスコロッケボールだったかな。まだ焼きたてです。うん。ほんとだ、焼きたて。これ冷えたらどうなるかわかんないけど、焼きたて美味しい。中なんだろう、なんかね、ごめんなさい、苦手な方飛ばしてください。なんかチェダーチーズっぽい、上にね、とろっとしたチェダーチーズが入ってるのと、真ん中これお肉かな。ライスボールって言うけど、言うほどなんかイタリアンレストランで食べるライスボールみたいにご飯の粒感がない。横はパンだけど、真ん中にご飯のなんかライスが入ってる感じかな。パンもちっとしてる。美味しい。で、真ん中ちょっと酸味のあるね、ケチャップライスが入ってんだ。いや、ライス入りコロッケパンみたいな感じ。美味しい。なんか普通のライスコロッケより好きかも。周りのパンがね、なんかもちもちしてる。これちょっとね、ミント苦手なんですけど、ミント、ちょっとほんのりミントぐらいの香りで、アップルが強いから美味しい。ただ、甘みはないです。上ね、これチェダーチーズかと思ったけど、このオレンジのソース、上っていうか中の上ね、これあれだ、なんかなんていうの、アイルランドソース、オーロラソース、ちょっと酸味のあるお酢の入ったちょっと酸っぱめのなんかオレンジ色のドレッシングあるじゃないですか、あれっぽい。やっぱそうだ、オーロラドレッシングっぽいやつ、結構しっかり入ってる。おいしい。コロッケ丼すごい美味しい。
ちょっと1個後の楽しみに残してこっち行こうかな。間で甘いのを挟んで甘いしょっぱい甘いしょっぱいでいくのが好きなんですよね。ちょっとドーナツ行こうか。ドーナツドーナツです。これねキャプサルのもちもちのやつ。すごい弾力。うわあんたっぷり美味しい。これもちょっとシナモンっぽいのかな。つぶあん入ってる。つぶあんボリュームがすごい。あんこの量もすごいし、これ生地が他のパン屋さんのもちもちパン、キャプサルパンよりもちょっと固め。なんかもちもちが強いっていう表現よりもちょっと悪い言い方だけど硬い。ちょっと固め。美味しいけど、これに関してはね他のお店の方が好きだな私は。でも美味しいわ。美味しい美味しいけどやっぱちょっと固めだな。いいように言えば弾力があってボリュームがあるけど、悪いように言えばちょっと硬くってね、餅をちょっと超えてる。餅通り越してちょっと硬いパンになってる感じもある。でも好みかもしれないな。私はもう一個韓国のパンチェーン店トゥレジュールのチャプサル&ドーナツの方が好きだな。これねもう一個私言いたかったんですけど、トゥレジュールも私トゥレジュールってずっと言ってたけど、あれなんかネットで調べたらトゥレジュールなんですね。私なんか伸ばさなきゃいけないとこ伸ばさなくって、伸ばすところを伸ばさなかったりとかめちゃくちゃなってますけど、トゥレジュールです。トゥレジュール。そうだ、韓国語ここで間挟んどこうかな。飲み物とかは韓国語で飲料だから炭酸飲料とか言います。あと食べ物とか음식ですね。뭐뭐 음식、何々음식とかよくセットでつけます。한국 음식、韓国の食べ物みたいな感じで。あと今日使ってるので言えばこれ生クリーム。これクリームはクリームなんですけど、鮮クリームって言います。鮮は生なんですね。だからよく使うのがメクチュってビールなんですけど、鮮メクチュで生ビールみたいな感じ。鮮はね生なんで結構鮮何々生何々でよく使いますね。こんな感じかな。じゃあちょっとこれ生クリームかけて食べます。巨大クベギ。これだけのね食べる動画見たい方はセカンドチャンネルで飛んでください。今日は生クリームかけで食べてみます。これ新しく買ってきたもう生クリーム全部使っちゃったから、これはね私がいつも買うスーパーで買う生クリーム巨大なスプレーのやつ。いきますよ。いけるかな。きた。これが美味しいんですよ。うわー、クベギの生クリームがけです。めっちゃ美味しそう。これ前ねセカンドで食べる時もね生クリームがけ食べたいなと思ってたんですよね。パリパケの巨大クベギ、屋台とかクベギ専門店のよりはまあまあなんですけど、生クリームかけたらやっぱ何でも美味しくなるわ。シナモン入れてね、生地がもっちりしている。生クリームがねひげになる。どうしてもここについちゃうためだと。
なんか質問でよく壁木と日本のねじりパンとかねじりツイストとどう違うんですかって質問が来てたんですけど、私が思うに日本のツイストは多分ね、パンを揚げて砂糖をまぶした感じですよね。でねじってるやつで、韓国のはなんかね、わかります？なんかポツポツがついてるのと、あとどういう作り方かわかんないんですけど、ちょっとねガリガリなんですよ。日本のはふわっとしてるじゃないですか。韓国のはガリガリザクザクって感じで、ちょっとねパンにもち感がある。あとはまあシナモンの味ですよね。シナモンの味がまあ特徴なのかなって思います。めちゃくちゃ好きです。ただお店によってもね差があるから、難しい。なんか店によっていろいろ違います。ただ大きな特徴としてはそれかなっていう感じです。ちょっとこれ生クリーム足そう。めちゃくちゃ美味しい。最後ライスボール、これ最初食べたやつ。やっぱね、焼きたてとか揚げたてとか作りたてが最高なんですよね、結局。めっちゃ美味しいこれ。ご飯ともちもちパンのダブルで味わえるっていうやつ。なんかねちょっとご飯ももっちりしてる。美味しいこれ。食べれば食べるほど美味しくなってくるこのライスボール。本当はトゥレジュレ行こうとしてたんですよ。でもね、先にパリバケによってどんなの締めに出てるかなって、私毎朝だいたい回るんですよ。夜もコンビニ回るし結構いろいろと回るんですけど、もうトゥレジュレ行く前にこっちが美味しそうすぎて買って、もう即トゥレジュレ見ずにこっちで即買い。正解だった。これ美味しかった。まあ、あえて言うのはね、チャプサル&ドーナツはまあ他で買った方がやっぱ美味しいなって。パリバケのチャプサル&ドーナツもうちょっと、なんか私が偉そうに言うのもあれだけど、もうちょっと柔らかい方がいいな。ちょっと硬いなっていつも思います。いつものものにいつも買っちゃうっていうね。他のもの買おうとしてやっぱり一緒に買っちゃうんですよね。はい。まあすごい美味しかったです。特にね、これ多分ね、新商品だと思う。あとね、この壁木もやっぱりね、専門店とかのやつの方がおすすめで、まあでっかいやつね、面白いので食べたいって方はいいと思うんですけど、やっぱり専門店とかそっちが美味しいですね。ただ、今日のはね、生クリームつけて食べたからね、ちょっと生クリームのね、相性が良すぎて、すごい美味しかったです。あとやっぱね、焼きたて
っていうのもいいですね。このライスボールも焼きたてで買ったからこそっていうのもあるかもしれない。まあ、やっぱりね、朝行って焼きたてのを買うのがおすすめです。私がいつもするのは、パン屋さんに焼きたてのまま出来上がる時間を聞いて、その時間に合わせていくっていうね。本当に焼きたての焼きたてで食べるんで美味しいです。また気になる方はね、チェックしてみてください。ライスボール。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。